よーよ、ご苦労さんエース。どうした？だいぶお疲れのようだな。まあ無理もねえわな。第二審になってようやくミルグラムのことが分かってきたってとこだろ。だけどよ、お前の働きに俺様は大層満足してんだ。これが俺様の見たかったミルグラムだ。期待以上だぜ。よく働いてくれた。褒めてやる。つうことで第二審が終わったわけだが、いつも通りお前の道のりのおさらいをしようじゃないか。囚人番号1番はるか、お前は奴を許さないことにした。第一審とは逆の結果になったんだな。ああ、全然構わねえぜ。原因は罪の解像度が上がったせいか、それとも許されたことで変わった態度の問題か。だとしたらかわいそうだな。許されて自分に自信がついたら調子に乗るなって言われてな。嘘嘘、冗談だよ。そんな怖い顔すんなって。しかしこいつ気になることを言ってたが、ま、それは後にするか。さて、囚人番号2番ユノ。許すとしたわけだ。本人も言っていたが、罪の内容ははっきりしただろう。ありゃお前にとっては人殺しとして罪に問うようなものではないってことだな。へえ、お前らの時代じゃそうなんだな。だとしたら命の価値っつうのは何で決まるんだろうな。まさか他の囚人の人殺しよりは小さく見えたかい？いやー、興味深いね。さて、囚人番号3番フータ。許す。おもろ。いや、どうしたどうした、どういう気持ちの変化だ。反省する姿勢を見せてたからか、憔悴していてかわいそうだったからか、あるいはこいつを許さないとするのは気が引けたか、自分を見てるようでなんてな。しかし反省の姿勢を支持してこうなったとすると、譲り派ことこの行動のおかげで許されたとも考えられるかもな。だってよ、痛みなくしてあの態度になっていたかわかんねえだろ。囚人番号4番ムー。許さないね。なかなかに圧倒的だこと。はあ、反省の姿勢が見えないと許したくなくなる傾向があるのかね。他の人殺しに比べてそんなに大層なもんだったかね。それにしてもお前、こいつに対してだいぶ感情的じゃないか。何かくすぐる部分があんのかい？そうそう、さっきの桜井遥の話だが、こいつを許さなくてよかったのか？何か取引を持ちかけられてなかったか？ま、俺様はどうでもいいけど、お前もどうでもいいと思ったってことだろ。囚人番号5番シド。こいつを許すことにしたんだな。まあ今の野戦病院状態でこいつがいなきゃ死人が出ちまうもんな。そういうの関係なく罪の内容で判断した？ああ、そうね、失礼。しかし囚人の中にこいつのことを許せねえやつもいるっぽいな。治療をやめさせた方が良かったんじゃねえの？いや、そしたら怪我人がやべえか。こりゃ大変なこった。囚人番号6番マヒル。許すね。了解。考えが変わったか？あるいはかわいそう票獲得ってとこかね。案外痛い目に遭ってるとこ見ると許す気が出てくるもんなのかね。しかしこいつは第三審まで持つかを心配した方がいいな。こいつの周りで何かが起きないといいがね。まあ何もかももう終わった話か。悪いな、スポーツのハイライトを見てうだうだ言ってるジジイと一緒だから気にすんな。囚人番号7番カズイ。お前はこいつを許すとしたわけだ。
嘘つきを自称してるこいつだが、その内容は解き明かせたかい？なんかジメジメしてて俺様はあんまり興味が持てないんだが、こいつの湿気に付き合ってやるのもお前の良さかもな。あとはそうだな、他の囚人たちを守る盾として残したってことか？唯一ことこやみことに対抗できる武力を持ってるもんな。いいんだ、そういう考えも。ミルグラムは看守の考えは何だって受け入れる。囚人番号8番アマネ。なるほど、許すねえ。子供だからって許さねえっていう毅然とした看守像に感動すら覚えたもんだが、今回お前が許したのは一体何に対してなんだろうな。興味があるね。こいつなのか、こいつの心情なのか、こいつの周りなのか、こいつの運命なのか。だがどんな背景があろうと全て責任を取るのはこいつ自身だ。そういうもんだ。ミルグラムの外でもそれは一緒だろ。囚人番号9番ミコト。許す。二重人格だったか。本物を連れてきちまったのは初めてだ。殺した数じゃ今回の囚人の中ではトップクラスだろうが、それでも許す。なるほどなるほど。いやいや、もちろん看守の判断が絶対さ。まあ本人が覚えてないんじゃ仕方ねえっつうこと？そりゃもちろんわかるが、殺された本人からするとたまんねえよな。意地悪言ってみてるだけだぜ。この時間が楽しみなんだ。囚人番号10番コトコ。お前はこいつを許さないことにした。まあ無理もない。お前が許さなかった囚人を代わりに制裁していく協力者、暴力による制裁は気に食わなかったということかね。ま、俺様もああいう野蛮なやり方は好きじゃねえ。がしかしこいつの制裁にあったやつはいずれも許されているわけだ。暴力による制裁の効力を物語っているようにも見えるがね。さて、以上が第2審の結果だ。想定通りかい？そうでもないか？ご苦労だったなエース。前回同様第3審の開始まで眠っててもらうぜ。もう慣れたもんだろう。不安そうな顔してんな。そうだな、お前が次目覚めた時に何が起きているか分かんねえもんな。お前が次に目覚めた時、きっと景色は変わっている。だがそれも全部お前の選択した結果だ。受け入れな。自分の選択で取り返しのつかないことになるのが怖いか？なるほどね。アホくさ。そもそも世の中に取り返しがつくことなんてねえんだよ。ミルグラムに限らずな。時間は元には戻らない。それにあいつらはここからどうなろうともともと取り返しがつかない。看守が気にするこっちゃないのさ。そう、お前は看守。疑うな。それがお前の役割だ。それだけ忘れなきゃいいんだよ。ああ、それでいい。分かったらおやすみ S。 ミルグラム第2審、これにて終了だ。ああ、ちょっと待った。まだ聞こえてるかい？せっかくだし伝えたいことがある。君たちのおかげで私は理想のミルグラムを信仰できてる。いやはや君たちの時代を選んで正解だったよ。私の見込み通り君たちは他人の好きが最高。